今日のですね、健康法話について、主催アドベンチストメディカルセンター主催で、講演でセブンズ・アドベンチストの時の森教会の教会の方がご協力してくださっています。本当にありがとうございます。では早速、講師のハナレオバ先生をご紹介いたします。チェコスロバキア出身で、7年前にアメリカで健康の博士号を取られた先生です。本当に昨夜がとっても素敵な先生で、昨日昨夜お話を聞いた方、夕ご飯召し上がりましたか？私は昨夜ディナーは水だけでちょっと我慢しました。実はこのコロナ禍でですね、院長先生にも言われてます。自宅待機、やっぱり医療職として外出をすごく制限された時があってですね、この3年間で私10キロ太ったんです。はい、でも昨夜の話を聞いてちょっとまた新たに挑戦をしたいなと思いまして、はい、今日はお昼はサラダサンドを食べて、さっきから水を4本ぐらい飲んでます。はい、だから引き続き今日のお話も楽しみにしたいと思います。ではまず院長先生、お祈りをお願いいたします。それではですね、始める前に一言、お祈りをさせていただきます。どうぞ僕との姿勢に、で参加してください。お願いします。愛する天の神様、こうして私たちを日々支えてくださり、命を与え、そして必要なものを全て備えてくださっていることを感謝いたします。今日は特別にカルエボ先生を招いて、お招きして、こうして健康を持ってくださることを本当に感謝します。どうぞ正しい食事、そして、健康的な食事、が、私たちも学んで実践することができますように、先生の上にその働き、またご家族と健康の上にも神様の豊かな祝福と守りがありますように感謝して、私たちの救い主、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。Good evening, everyone. 皆さんこんばんは。I'm so excited to be here today. 皆さんと今日いるのは、ワクワクします。And I'm particularly excited about the topic we're going to talk about. 今日のトピックもですね、話せることも本当にワクワクします。When we talk about a vegetarian diet, magic is a real thing. 菜食ですね、こちらプラントベースと書いて、植物、を基軸にした土台として食事のことを話す、これは、ね、本当に魔法のようなことが起きるということを、自信を持って言えると思います。I've been in medical research for more than 15 years, and I'm always just amazed at the magnitude of the changes that can be achieved with simply changing what we eat. 私はですね、もう15年ほどいろいろ研究を、医療的なですね、研究をしてきましたけど、もうとにかくこの、食事を正しく食べることで驚くべきこの効果があるということで学ぶためにですね、もうびっくりします。Around the world, including Okinawa, more and more people are struggling with being overweight. もう世界中、沖縄も含めて、この体重の管理ですね、体重が増えすぎて困っている人たちがもう多数います。And we'll explore some effective options that we have available. で、今日はですね、いろんな、他に選択肢がないかどうか、何をすればいいのか、学んでいきたいと思います。A large study from Harvard University showed that almost half of the cardiometabolic deaths could be prevented. これはハーバード大学における、研究ですけど、英語ばかりですけど、要はですね、ここに書いてありますが、ちょっとごめんなさい、今日私、日本語でもいるの忘れて、カーディオメタボリックです。これはですね、心臓病ですね。いわゆる心臓病の 45% は食事が正しければ予防できるんではないかと。If only people ate less meat, less processed meat, drank less sugar-sweetened beverages,
and ate more fruits and vegetables and whole grains and nuts and seeds. こっち側はね、リスクが少ない、こっちはリスクが高い。やっぱりこの肉が多かったりですね、塩分が多かったりとか、肉とか加工した肉をたくさん食べたりすると、なんですか、心臓病のリスクが高くなって、上の方はですね、ナッツとか、それらの、なんですか、玄米、全粒粉を使ったものであると、それが守ってくれるということが分かると思います。And the Seventh-day Adventists are living examples of the power of vegetarian diet. そしてセブンス・デイ・アドベンチストのベジテリアンダイエット、セブンス・デイ・アドベンチストとその心臓病のリスクをいろいろ調べていきますと、そういう、ライフスタイルをですね、実践しているセブンス・デイ・アドベンチストの、教会員もですね、これらのことをまた証明してくれます。The Seventh-day Adventists have a 40% lower risk of cardiovascular disease mortality or of dying of cardiovascular disease. セブンス・デイ・アドベンチストの教会員のですね、アメリカの研究によりますと、この心臓病をですね、他の一般の方々より 40% も4割も低いということが分かりました。And they live up to 10 years longer. そして寿命もですね、10年ほど長いということも分かっております。Who'd like to live 10 years longer? 皆さん、10年長く生きたい人は何人いますか？それだけAnd yet, the extra weight is not only what we see on the outside, but also it shortens the life. その肥満になるとですね、外側の問題だけじゃなくて、その寿命にも非常に関係があるということを皆さん、容易に考えられるんじゃないかと思います。3 out of 4 men and 2 out of 3 women in the United States are overweight or obese. これはアメリカの統計ですけれど、アメリカの男性の 75% が、肥満かオーバーウェイトですね。そして、女性の、3分の2が、肥満の部類に入るという恐ろしい、研究発表ですけど。So with all the extra weight, there's a danger that the whole continent will just sink into the ocean. 人はあまりにも肥満で重いからそのまま国が沈没していくんではないかという、懸念もありますが。Can a vegetarian diet be the magic that we need to treat obesity? この菜食、プラントベース食がですね、念のための魔法になり得るんでしょうか。The data from the Adventist Health Study 2. これはですね、アドベンチストヘルススタディですね、このアドベンチストの長期にわたる研究発表です、研究の結果ですが、compared people who were non-vegetarians, then semi-vegetarians who ate only fish and poultry, but no red meat, then pesco-vegetarians who ate fish, lacto-ovo-vegetarians who ate dairy and no meat, and vegans who ate only vegan foods. そのセブンス・デイ・アドベンチストの教会の中でもですね、いろんな、食事のやり方もあるっていうかね、あるんですけど、中にはもう全然関係なく牛肉をバンバン食べたりして人もいて、牛肉は食べないんだけど、魚と鶏肉を少し食べるグループ、時々魚だけ食べるグループ、卵黄菜食ですね、牛乳と卵を使うけど、それ以外の肉を一切食べない。で、完全にもうそういうものを食べない、プラントベースですね、野菜、本当の菜食の方のグループを分けて研究を見て比較してみました。And the study found that there was a linear relationship between how people were liberal with the animal product consumption and their body mass index. The more animal products they were eating, the higher the body mass index. ここですね、本当に直線的なですね、この傾向がもう明らかに顕著でありました。肉の種類が量が食べれば食べるほどですね、体重が大きくて、それ減らしていけばいくほど体重が平均的に下がっていったということであります。The lowest body mass index was among vegans, and in fact it was the only group whose average BMI was within the normal range. このアメリカでの研究です調査ですが、とにかくこのビーガンの人たちだけが平均的に正常だ。アメリカにおいてアメリカの正常な体重はこのビーガンの人たちだけでした。
And look at the huge difference between vegans and non-vegetarians. There's a 5-point difference in BMI. この BMI ですね、体重の肥満度数、この BMI では、この5点差がありますね。大きいですね。That's huge. And the BMI was also mirrored by the risk of diabetes or diabetes prevalence being the lowest among vegans also. でそして体重だけではなく、この、糖尿病になる率もいくと、かなり、4分の1近くになっているということが分かりました。Now, the findings from the longitudinal or epidemiologic studies are also confirmed by randomized clinical trials. この結果ですね、他の、いろんな研究でも同じことが、なんていうんですかね、肯定されている。In other words, people may be eating a standard American diet, and all of a sudden, as a part of a study, they start following a completely vegan diet. その研究にある研究ではですね、この今までアメリカ的な食事をして、その後ですね、この菜食の、試してもらうというか、研究というんですか、実験でやってもらうと、If they're overweight, predictably, they lose about half a kilogram a week. So in this randomized clinical trial, people lost almost 6 kilograms in 14 weeks. もう一様にですね、肥満の方々は菜食に変わりますと、大体1週間に500グラムくらい、1週間で1キロずつ落ちていくという研究があるので、ここで14週間ですね、14週間で約6キロ、平均的にみんな体重が減ったということです。And they lost about 5 centimeters around their waistline, which made gene shopping more enjoyable. そしてですね、平均的にウェイスト周りが5センチも減ってですね、洋服を買うのが楽しくなったと。The good news is that when people are losing weight on a vegan diet, most of the weight loss is due to fat loss. People are losing the fat they need to lose. そしてこの、菜食による、減量をするときにですね、それは、体重はですね、脂肪が減っていくんですね。脂肪が減っていって痩せていく。筋肉が痩せていくんじゃなくて、脂肪が減るという。And they also lose the visceral fat around the inner organs. そして内臓脂肪もですね、こういうふうにビーガンの人ですね、そうじゃない普通の体重と、内臓脂肪も減っていくということが分かります。But why is it that a vegan diet should help us with losing weight? On a vegan diet, you eat more rice. So why should you lose weight? なぜこの菜食、ビーガンの食事すると痩せるんでしょうか。ご飯とかも食べるわけですので、そういう炭水化物も取るわけですから、なんで痩せるんだろう。There are a few mechanisms that I'd like to mention. で、今日はですね、いくつかそのメカニズムをちょっと説明したいと思います。The first one is energy density. 一つは、エネルギー濃度というものを説明したいと思いますが、When you eat meat, you will get less full with the same amount of calories compared with eating rice or vegetables. 皆さんご存知のように、例えば牛肉を400カロリー分を胃の中に入れるとこのぐらいになるということでね。同じ400カロリー分の野菜を食べるとこんなになりますよと。Plus all plant foods contain fiber, which helps in satiation and helps with energy balance and weight regulation. 植物ですね。植物の、ご飯食べれます。そこの植物の中には食物繊維というものがあります。で、食物繊維を食べることによって、飽食感、食べたなっていう気と、あと満腹感、この2つが、食物繊維を取ると感じるわけであります。Fiber not only fills you up, but is also good for your gut microflora. で、この食物繊維というのは、この満腹感ですね、に、刺激するだけではなくて、皆さんのこの腸内フローラ、その腸の中にあるばい菌のバランスにとってもいいということです。People who live in more rural areas and have their own gardens have more kinds of bacteria in their gut, which is called the microbiome diversity.
まあちょっと田舎とかですね、都会じゃなくて田舎とかに住んで、いろんな自分でなんですか、野菜とか作って食べてる人たちはですね、なんだっけ、腸内フローラですか、腸内細菌ですね、腸内の細菌が非常に多様性があると、いっぱいいろんな種類を持ってるらしいです。It's because of the produce that they consume, but also because they're in more contact with the soil. で、そういう大体そこに住んでる人たちはですね、この野菜を自分たちで作って食べるわけですけど、土も触るということですね、っていうのも影響しているらしいです。The gut microbiome diversity can explain about 8% of our blood flow. So the more bacteria we have, the better for our blood flow in the blood vessels. で、私たちのこの腸内細菌がですね、多様化していろんな種類がちゃんと健全になると、私たちの体の中の血液の循環が、とても良くなるという研究もあります。Apart from how many kinds of bacteria we have, it's also important which bacteria we have. Is it the good guys or the bad guys that we have? はい、腸内のですね、細菌がですね、たくさんいろいろ種類があるのは大事ですけど、もっと大事なのはその皆さんよく聞きますね、善玉なのか悪玉の菌なのか、そのバランスもとても大事ということです。One study compared children living in rural Africa and found out that they had more of the good bacteria compared with children living in Italy who were eating more processed foods and animal foods who had more bad bacteria. ここにはですね、アフリカのいる子どもたちですね、とイタリアにいる子どもたちの、腸内の細菌のいろいろ種類を調べたところ、この緑のやつはいいやつですね。で、オレンジ赤のやつは悪玉ですけど、まあイタリアでなんですか、加工食品とかですね、いわゆる西洋の食事をたくさん食べている方はやっぱり腸内フローラがバランスが悪いということになります。How many good bacteria you have can explain about 22% of your physical performance, how fast you run and your endurance also. で、腸内のこの細菌の種類とかバランスによってですね、それだけ見たら、この人はどれだけ体力もあるだろうということも容易に、予想もできるらしいです。So which foods are the best for our gut microflora? それでは私たちの腸内細菌にとって一番いい食事は何でしょうか？ All plant foods are excellent, but there are some foods that are better than others. すべての、ね、植物から取れるものは、腸内の細菌がとてもいいんですけれど、さらにもっといいのがいくつかあります。The power foods for our gut microbiome are the onions, garlic, and whole grains, including brown rice. 腸内フローラの細菌をですね、パワーアップさせるためにはスーパーフードといって、玉ねぎ、ニンニクなど、あと、この何ですか、玄米とか全粒粉、ねなどが挙げられます。When we eat a meal, we don't only feed our gut microflora, but we also secrete hormones that are called the incretins in the small intestine. 私たちこの、植物性の、食事をとると、腸の中にですね、その消化するときにこのインクレチンというホルモンが小腸から、分泌されるわけです。These incretins promote satiety and also increase insulin secretion. このインクレチンというホルモンをですね、この満腹のこう刺激してくれるわけですね、食べた気になる。で、あとはインシュリンの分泌も促してくれる。Unfortunately, people with diabetes have a diminished incretin secretion from the gut. 残念ながらですね、糖尿病と言われる人たちはですね、この、腸内の中からこのインクレチンの分泌が普通よりちょっと下がっているわけです。That's why they sometimes need to take medications that will stimulate the incretins and thereby the insulin secretion, or they may need to even inject insulin to compensate for the diminished effect. で、その糖尿病の方はですね、その血糖値を下げるためにインシュリンをもっと出すためにインシュリンを促すような薬飲んだり、また場合によってはインシュリンの注射もしなければならないわけです。
So when I saw it in my practice, I thought, could a vegan diet be the magic that we need? で、私はですね、この糖尿病の患者さんを診察して管理している中でですね、この菜食がですね、菜食がもしかするとこの人たちにとって、薬で変わるものにならないんじゃないか、なるんではないかと思ったわけです。So my former PhD student Lenka Belinova brought in 50 people with type 2 diabetes and we brought them to our lab. 私の、博士のコースの中でですね、このレンカ先生、レンカベリノバ先生がですね、これをちょっと研究してみようと思って、この彼女がですね、糖尿病の方、50人連れてきて、研究に参加してもらいました。And these people ate 2 sandwiches on random occasions, one vegan sandwich and one sandwich from McDonald's, and both of them had the same amount of energy. で、この人たちにですね、無作為にですね、このサンドイッチを食べてもらうんですね。ベジタリアンのサンドイッチと、あとマックで買ったビッグマックかなんかを食べて、カロリーは一緒でした。カロリー一緒なんだけど、片方はベジタリアン、片方は脂っぽい肉を食べてもらったわけです。As expected, after the meat-containing sandwich, the incretin secretion, the GLP-1 secretion was flat after the meat-containing sandwich. この糖尿病の患者さんたちですけど、このビッグマック、マックのサンドを食べると、このイングレジンというホルモンがですね、全然上昇しなかったのであります。But after the vegan sandwich, there was a nice peak in GLP-1 secretion. ところが、このベジタリアンの、サンドを食べたら、しっかりとこのイングレジンというのが分泌されたことが、判明しました。In fact, the effect was comparable to sitagliptin, which is one of the medications that's used to treat this condition. で、この今普通こう処方されているシタグリプトンという薬、日本名ちょっとわからないですけど、そういう糖尿病の薬があるんですけど、効果が全く一緒でした。Have you heard the expression "Let food be thy medicine"? 食事が最良の薬なりという言葉を聞いたことあるでしょうか。We're talking about one single sandwich increasing the incretin secretion. たった一つのサンドイッチのその違いで、このホルモンのが良くなるということが判明されたわけです。I need to say that when I saw the results as an endocrinologist, I was just like overjoyed. 私はですね、この内分泌の医者としてですね、これを見たときにもうとりあえずのほど喜びました。Because this gives power to our patients with diabetes. で、これはですね、糖尿病で苦しんでいる患者さんにとっても、朗報だったと思ったからです。They don't need to be dependent on the medications. で、薬にずっと耐えなければならないということが、なくなるわけですね。They can use food as their medicine. で、彼らはその食事を薬代わりにできるということです。So for me personally, this is nothing short of magic. もう私にとってこれはまさに魔法だという感じと考えています。Can a vegetarian diet also boost your metabolism? 皆さんこの菜食、プラントベースの食は皆さんの代謝を上げることができるでしょうか。We used to think that brown fat was only found in newborns and helps them with thermogenesis. 皆さん褐色細胞って聞いたことありますか？この褐色細胞、褐色脂肪ですね、脂肪細胞はですね、赤ちゃんにしかないというふうに考えられていました。But now we know that it's also found in adults in the neck area and around the spine. で、今までの研究に今は大人でもですね、首あたり、そして、背骨近くに、この褐色脂肪細胞があるということが判明しました。And it can actually burn calories and release it in the form of heat. この脂肪細胞はですね、実際エネルギーを燃やすことができる。そして、熱を生産してくれると。When we look at it under the microscope, the belly fat, the white fat, is just white. 顕微鏡で見ますと、このお腹の周りについている白い脂肪細胞というのはこんな感じに見えます。But the brown fat is kind of pink because it has a lot of mitochondria. It's metabolically active. ところがこの褐色脂肪細胞というのは、もうちょっとこういうふうに見えるわけですね。ミトコンドリアって実際エネルギーを
使っている脂肪細胞です。It's burning calories instead of just storing them. で、この細胞たちは実際働いて動いているので、ただただ脂肪を貯めているだけの細胞じゃないわけです。The good news is that we can stimulate the brown fat to make it more active. で、私たちですね、この、褐色脂肪細胞をですね、刺激することでもっと活発することができると。One of the most effective ways how to stimulate the brown fat is taking cold showers. 一つはですね、この褐色脂肪細胞をですね、刺激するのは冷たいシャワーを浴びるということです。In fact, when you start doing it, not only will you activate the brown fat, but some of the white belly fat will turn into beige, something in between white and brown. この褐色細胞が脂肪細胞が活性されるだけではなくて、その冷たいシャワー入ることで、この白い脂肪がですね、このベージュの色のものちょっと変化していくということが分かっています。Can the food that we eat also activate the brown fat? そして私たちは食べるものによってこの褐色脂肪細胞が、もっと活性化することができるでしょうか。Several plant foods have been shown to activate brown fat. いくつかの食べ物がですね、この、褐色脂肪細胞を活性化するということが分かっています。Hot peppers, 唐辛子、 jalapeno peppers. ハラペーニョの、唐辛子。 But if you don't like spicy food, I have some good news for you. で、もしですね、皆さん辛いものが苦手とするならば、The amino acid L-arginine, which is present in all soy foods, all beans and nuts and seeds, has also been shown to activate brown fat. このL-アルギニンというアミノ酸がありますけど、これも、さっきのこの褐色脂肪を活性化している。これはですね、大豆の中で、大豆、豆、ナッツ、そして種のですね、そういう食べ物の中にこのアミノ酸があるということです。That's why soy foods are one of the secrets of why Japanese people are slimmer than people in the US. なので、この、大豆の、さっきの一つの秘訣があるわけですから、日本人がですね、この西洋のアメリカ人と比べてまだ細いのはこの大豆をいっぱい食べているからではないかと言われています。There's an increase in obesity prevalence in the United States, but also worldwide, which is, like as a consequence of increased body weight. もう今世界中の一つのね、何ですか、流行りというか伝染しているのは、肥満と糖尿病であります。If we were to point out one single food that's responsible for the diabetes epidemic, which one would it be? 皆さん、この糖尿病の流行っていうんですかね、が、原因となる食べ物が一つあるとすれば何でしょう。皆さん何と考えますか。What do you think? Tell me. 皆さん何だろう。ドーナツ。一つの食べ物。ドーナツ。What else? 他には。はい。Eating too much. Eating too much, yes. でも何かこういう食べ物の種類っていうかね、食べ物要素っていうかね。コカ・コーラゼロ。はい。コカ・コーラゼロ。コカ・コーラゼロ。それゼロだったらみんな太らないだろう。だってゼロのコマーシャルは賢いお母さんは子供にコカ・コーラを与えますっていうコマーシャルで始まったんだよ。私それに騙された。騙された。じゃあmeat。Yeah, so a few of you mentioned something that's sweet, right? コカ・コーラとかね、甘いものですね。もう原因ではないかと。一番原因は何でしょう。 Many people think that in order to avoid diabetes, they need to cut down on sugar. 多くの糖尿病の方がですね、指導されると、もっと砂糖を減らさなければと指導されます。Some people call sugar public health hazard. ある人たちはね、この、公衆衛生のですね、上で、この砂糖はですね、もう人材というか危ないというふうに言う人もいます。
But is it really so? Is it the sugar that's responsible for the diabetes epidemic? 今この、流行している、氾濫しているこの糖尿病って本当に砂糖が原因なんでしょうか。 Let's explore this option, ちょっとこれ見てみましょう。 this question a bit more. It's been shown that sugar-sweetened beverage consumption is associated with increased risk of diabetes. もちろんですね、この砂糖の入った、飲み物ですね、が、糖尿病、タイプ2ダイアベティスね、で、相関関係あるということは分かっております。For each can of soda that you drink per day, your risk will go up by 18%. その砂糖のドリンクですね、炭酸飲料を、1杯、1缶、1個飲むことごとに糖尿病のリスクが 18% ずつ上がるそうです。And by 13% when you adjust for the extra weight. で、そして、皆さんまずこの、脂肪がね、つき具合によってさらにまた、この 13% が付け加えられるそうです。But what is it about the sodas that drives the increased risk of diabetes? Is it the sugar? Is it the high fructose corn syrup that's added in the industry to sugar-sweetened beverages? Or is it just the extra calories? ところがですね、この、炭酸飲料に入っている甘いですね、甘いその飲み物は中身は何が問題なんだろう、実際砂糖が問題なのか、加工されている、添加とされているこのコーンシロップですね、それが問題なのか、それとただただカロリーが多いからなんでしょうか。どっちが悪いんでしょうか。 So we have three options, and I'd like us to vote now. So we have option number 1 is sugar. でも今からちょっとクイズを皆さんにちょっと答えてもらいたいと思います。まず1番はもう砂糖が問題なんだと思う人、まだ待てよ。Option number 2 is fructose from high fructose corn syrup. このコーンシロップの要するに果糖ですから。And option number 3 is extra calories. もう、3番目はですね、もう全部まとめてカロリーが多いから問題なのか、さあどっちでしょうか。So who thinks it's the sugar? ではじゃあ砂糖が問題だと思う人ってあげてください。When we look at all the evidence that has been collected, it's been shown that sugar consumption is actually protective against developing of type 2 diabetes. いろんな研究をしますとですね、ちょっと分かりづらいかと思いますけど、砂糖がさほど悪くないみたいなところ、若干守ってくれるというほどじゃないですけど、マイナスの方に入っています。When we compare people who eat the least sugar and the people who eat the most sugar, もし私たちが砂糖がたくさん食べる人と全く食べない人たちを比較してみますと、people who eat the most sugar have an 11% lower risk of developing type 2 diabetes than people who eat the least sugar. なんと驚くことですね、一番砂糖を食べている人たちが全く砂糖を食べない人たちより 11% 糖尿病のリスクが低いらしいです。This is mind-blowing, right? もうびっくりですよね。I'm not suggesting that sugar is the new remedy for diabetes. だからね、この糖尿病の治療のために砂糖をたくさん食べなさいとは言いません。But I am saying that sugar is not driving the diabetes epidemic. 私は結論として何言いたいかというと、砂糖そのものが糖尿病をたくさん発生させている要因ではないということです。So it's not the sugar. 砂糖ではない。Who thinks it's the fructose そ from れじゃあ high そのコーン fructose シロ corn ップ syrup? ですね。果糖が問題ではないかと思うから手をちょっと。Let's look at the evidence. 2回ぐらいできる人が。She mentioned twice. Fructose has been shown to be completely neutral. この、コーンシロップね、フルクトース、果糖ですね。が、この研究によりますと、全く、どっちでもないみたいな。So we cannot blame the industry for putting high fructose corn syrup and causing the diabetes epidemic. なので、この食品業界にですね、お前らがこんな砂糖入れるからみんな肥満になってるんだってことは言えないということです。When we look at total carbohydrates, all the pasta, all the noodles, all the rice, all the bread that you eat in a day, who
thinks the total carbohydrates increase the risk of type 2 diabetes. そしたらですね、この炭水化物ですね、パスタからご飯からパンとか全部入れるこの炭水化物の量が問題だと思う人。Thank you. In fact, total carbohydrates are completely neutral and they tend to be on the protective side. はい、炭水化物のここですね、リスクが、全部研究を合わせてみますと、炭水化物の量が問題ではないみたいです。So it's not the rice and the noodles. ですので、パスタの量ですね、が問題ではないみたいです。In other words, with the sugar-sweetened beverages, it's the extra calories. で、問題はですね、最終的に問題なのは、とにかくカロリーの取りすぎっていうところに問題があるみたいです。So if we just consume any extra calories, if we ate too much rice, but it's impossible, it's just hypothetical, right? Who can eat too much rice? But can you drink too much soda? That's much easier. はい。とにかくカロリーが問題ですから、例えば同じ炭水化物でも、ご飯はめちゃくちゃ食べれるものじゃないじゃないですか、いくらなんでも。でも砂糖の多いドリンクはさっと何百カロリーがこうなんていうのかな、素早くカロリー入れる。だからカロリーの量が問題で、種類じゃなくて取れる量だから、取りやすい形があるということもありますけど、その中身だけの問題ではないということです。種類の問題ではない。結局カロリーの多すぎるということの問題です。The sugar consumed in a liquid form is less satiating. 液体に取るそういうドリンクはですね、要するに満腹感はないわけですよ。満足が少ない。So it's easier to overdo it. だからつい取りすぎてしまうということです。Well, if it's not the sugar and the carbohydrates, why are people with diabetes still recommended to count their carbohydrates? で、もし砂糖とか炭水化物がそんな問題でないんだったら、なぜ糖尿病の患者さんとか多くの人たちは炭水化物減らしなさいと言われるんでしょうか。If people with diabetes start counting their carbohydrates and limit the rice and the potatoes and the bread and the pasta, what are they left up with? そしたらもし皆さんが、炭水化物減らすように炭水化物ダイエットですか、やるようですよね、よく聞きましたね。それをもしやろうとしたら何を食べるんでしょう。残ったものは何を食べるんですか。はい、野菜を食べる。もうベジタブルです。Vegetables would be good. はい、野菜はいいですね。What else are they left up with? 大体他の肉ですね。肉食べるんじゃないですか。What I see in my practice is that most people end up eating much more meat than they used to. 私が実際この患者さんを見てますと、その炭水化物ダイエットし始める人、炭水化物をどんどん切っていく人はどんどん肉が食べるのが多くなるみ